こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、最近私のハマっているものと悩んでることについて話したいと思います。で、まずは最近ハマってるものから、じゃん、有機コーディアルジンジャーですね。これ最近教えてもらったんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。これを私はいつも炭酸水で飲んで割ってます。で、飲み方は10倍で割っていいんですけど、10分の1ぐらい入れて、多いかな、私はいつも。お好みですね。で、炭酸水で割る。で、こんな感じです。ジンジャーが効いてて結構ね辛みが強いんですけど、私美味しくて大好きです。入ってるのはなんか有機砂糖、有機ジンジャーウォーター、有機レモン果汁、有機濃縮ジンジャー、唐辛子、レモンエキス、酸味料が入ってるんですよね。なんか体にも良さそうな感じがしてよく飲んでます。寝る前、朝、お風呂上がりと飲んでますね。次はこちらです。これ皆さん何か分かりますか？全部リキュールです。あとこれはサングリアですけどね。私いろいろお酒飲むのが好きなんですよね。全部甘いやつなんですけど、お酒飲んでこう酔うのは楽しいんですけど、そんなにまだお酒の味はだからよく分からないですね。ビールは結構好きですけどね、まだこの甘くないウォッカとか日本酒とか焼酎はあんまり良さが分かってないです。で、結構ハマってたのがですね、このサングリアです。サングリアっていうのはワインとフルーツが混ざったやつなんですよね。ワインよりもちょっとお酒初心者としては飲みやすいやつです。サングリアが好きなんですけど、私はねさらにサングリアを炭酸で割って飲むのがなんか好きです。これはもしかしたら氷で楽しむ濃いめのサングリアだからかもしれないですけどね。で、その次最近ハマったのがこちらはですね、甘いお酒なんですけど、バタースコッチのリキュールデカイバーバタースコッチキャラメルっていう名前ですねと、蜂蜜のお酒なんです。で、これをね牛乳で割って飲むのがめちゃめちゃ美味しい。なんかすごいグビグビいけちゃうから危険ですね。この辺はよくある普通のリキュールですね。皆さんもおすすめなお酒があったらちょっと教えてください。はい、これでハマってるものは終了ですたった2個でしたね。で、次話したいのは悩みなんですよ。私最近悩んでることがあって、それは何かっていうと趣味がないことなんですよ。なかなかハマれるものがなくって、ちょっと私ちょっと言うの恥ずかしいんですけど、動画撮ることくらいしか趣味がないんですよ。やっぱりねこればっかりだとたまに煮詰まっちゃうんですよね。で、そういう時に気分転換でハマれるものがあったらいいなと思ってずっと探してるんですけど、ずっとないんですよ。で、普通に好きなことはいろいろあるんですよ。映画を見るとか読書、あと漫画読むのも好きだし、あとお買い物も好きだし、ご飯食べに行くのも好き。好きなことはいろいろとあるんですけど、来れるほどのものじゃないんですよ。一生懸命やるほど好きっていう感じじゃない気がして、もうハマれるものが欲しいんですよ。私最近自転車乗ってるんですよ。悪夢の骨折からちょっと自転車が本当に怖かったんですけど、お引っ越しをして最近自転車乗るのがちょっと楽しい街に引っ越したんですよね。それで自転車に最近よく乗ってるんですよね。でもね、自転車も都内でちょっとねそんなに楽しくないんですよね。楽しいは楽しいんですけど、海の横とか山の横とか景色がいいところを走ってる時の方がすごい楽しかったんですよ。自転車漕ぐの自体結構好きなんで、近所は結構行ったりしますけどね。悩んでるのが、自転車で悩んでることが一つあるんですけど、自転車で右折する時があるじゃないですか。私自転車乗ってる時道路の左側を走ってるんですけど、で、自転車で右折する時に普通2段階右折をするんですよね。なんですけど、その時横断歩道がない時めっちゃ怖いんですよ。横断歩道がなくて歩道橋しかない時とか、この時どうしたらいいのかなってちょっといつも悩んでます。で、皆さん自転車乗ってる人どうしたらいいんですか？交通ルールを教えてください。その走ってる時の道路がまっすぐ進むやつだったらいいんですよね。左折レーンだった時にすごいちょっと悩むんですよね。そういう時はね気をつけながら渡ってます。たまにプレッシャーに負けて思わずね、本当は直進したいのに左折する時ありますね。そういう時ね、自転車の運転はね怖いですのでね、慎重を重ねて、それでも足りないぐらい慎重に重ねて運転したいと思います。で、趣味がないっていう話ですよ。それで趣味を見つけたいなと思って、たまに私折り紙したりとか、たまにいろんなことするじゃないですか。程よく楽しいんですけど、全部ハマれるほどじゃないんですよね。だからハマれるものが欲しいなと思ってやり始めたのがこちらです。これは何かっていうと、じゃん、パレットです。絵描くの好きだからハマるんじゃないかなと思って最近始めてるんですけど、まだハマるまではいってないんです。まだね2枚しか描いたことがないんですよ。ここに飾ってるんですけど、これが一番最初に描いたやつで、
これがその次描いたやつね。両方ともロンです。ということで今日はまた絵をねここで描いてみたいと思います。で、私が使ってるなんかこのパレットはキッショーっていうところの岩彩いうのかなっていうやつですね。Amazon で買いました。説明欄に貼ってますので興味がある方はちょっと見てみてください。じゃあ今日もロンを描いてみます。何色にしようかな。この色にしよう。まずはロン全体のあれを描きます。全然腕の太さは違くなった。動いてるロンはね、さすがにまだまだ全然描くの難しいんで、気に入った写真を見ながら描いています。ほら、いつもなんか目と目がね歪むんよね。猫って目になんかアイラインが自然と引かれてますよね。羨ましい。ちょっと顔が歪んでますね。で、鼻怖い、このロンで歪んどるもん。ここが違ったよね。後からこれ描けばよかった。白いのを描いたらごまかせんやろか。修正ペン的な感じにならんやろか。ちょっとなった。全然なってなかった。目を入れます。このロンの目長細いくなってる。丸い方が可愛いですよね。でも写真のロンの目は細くなってるのでそのまま描きます。やっぱ絵描くの楽しいですね。なんか集中できるからいいですね。頑張れ。次は模様を描きます。この絵の具はなんかね、いい感じにねぼやかしたりとかができます。なんかちょっとそれっぽくなりますよね、これしたら。ちょっと濃いくしたいかな。ぼかしながら描くとそれっぽくなる気がします。ちょっと下手なのもごまかせる気がするし、ちょっと味ですよっていう感じ。こう口がね怖いんですよ、さっきから。これ失敗したらもう全て失敗する感じがするじゃないですか。薄めで描こう、最初に。怖い。40点ですね。で、ロンの薄いところの色になっていきます。こういうのって日本語っぽいですよね。なんか上手に描くコツっていうか一応あるんでしょうけどね。勉強した方が楽しくなるかもしれないですね、そういうのもちゃんと。模様をよく見ながらその通り変えていきます。もうちょっと最初に薄い色でやればこう後から濃い子はできるから薄く塗っていった方がいいかもしれない。じゃあこの輪郭も薄い線でも描いた方がいいってことかな。足が白いです。どうも後ろ足が白い。
ら辺に模様があります。ちょっと猫らし猫の毛を表そう。ひげが難しいんですよ。なんかちょっとバカみたいなんですよね。ひげ描くとかっこいい顔にならないんですよね。ちょっとなんか間抜けな感じになる気がする。ひげをどうやって描いたらいいだろう。白を使っていいかな。その前に目の色を塗ろう。この絵の具重ねると色が濃くなるけど楽しい。描かん方が良かったかな。もう後戻りができないあー、描かん方が良かった気がする。変。はい、一応完成です。なんかもうちょっとなんかできないかな。大体これで失敗するんですよね。さらに足してちょっと良くなったかも。はい、できました。ちょっと下手なところが意外といい味出してる気がします絵描くの上手な人とかアドバイスしてもらえたら嬉しいです。まあでもね、自分が楽しいのが一番なんで、うまい下手はどうでもいいですね。はい、まあじゃあ今日はねこんな感じで、最近私のハマってるものとちょっと悩んでることでしたね。じゃあ皆さん趣味とかありますか？なんかいいのあったらぜひぜひ教えてください。では本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて楽しいことをして幸せに過ごせますように。バイバーイ。